こんにちは、もずくです。今回は 6×6 で使えるオレンジ色のレイアウトを4部屋作っていきます。新年一発目から好きな色のオレンジ色でたくさん自分の好きを詰め込みました。今年は初心を思い出してもっともっと好きなことに全力で取り組んでいこうと思っております。2025年もよろしくお願いいたします。それでは早速作っていきます。どうぞ。では1部屋目は一人暮らしのお部屋をミッドセンチュリーを意識して作っていこうかと思います。まず壁床を決めていくんですけど、ミッドセンチュリーのイメージは本当にざっくりとレトロな雰囲気だったりだとか、ビビッドカラーとか派手な色のイメージがあるのと、あとは近未来的な要素もあるイメージなので、メインの壁にサイケな壁紙を使います。何気に初めて使うんですけど、オレンジ色の壁紙ってそこまでないので、今回初めて使ってみました。で、床は窓のブラインドと色を合わせたいのでコルクフローリングを使います。で、アクセントウォールにパンチングボードの壁を使います。で、エントランスはそのまま。ライトは温かみのあるライトで少し暗めにしておきます。で、今回のお部屋は間接照明を使ってお部屋を明るくしたいので窓は閉めておきます。では次は間取りを決めていきます。今回はお部屋をあまり仕切らず作っていこうかなと思っているんですけど、そうすると立体感がなくなってしまう気がするので、まずお部屋の角に大きな柱を立てて、さらに一マス開けてもう一つ柱を作ります。で、一部分だけサイケな壁紙にしたいので仕切り壁を置いて壁を変えておきます。いつもだとお部屋の中にまた小さなお部屋を作ったりするんですけど、今回はワンルームっぽく作りたかったのでこんな風にしました。お部屋を分けない場合はこんな感じで立体的な部分を作ると物足りなさがなくなるんじゃないかなと思います。では家具を置いていきます。まずこの柱と柱の間に何を置くかというと、レトロなテレビを置きます。で、その手前はテレビを見るところ兼ご飯を食べるところみたいな感じでダイニングスペースを作ろうかなと思うので、テレビの色に合わせて工作台とスクールチェアを置きます。で、今のところ家具で背の高い家具を置いていなくて上半分が寂しいので、テレビの上に立体的な家具のシンプルなウォールシェルフを飾って高さを出します。はい、そうすると上下でバランスが取れたかなと思います。で、さらにテーブルの上に明かりが欲しいので、ミッドセンチュリーといえばの曲線的な形状で近未来的な家具のノグリックのペンダントライトを飾っておきます。はい、これでダイニングスペースは完成しました。だいぶ雰囲気がまとまってきたかなと思います。では次は右側の空間を埋めていきます。まずここだけ壁が見えているんですけど、マイデザインを貼ってクローゼットを作ります。で、残りの空間を埋めるには、あとキッチンとベッドと書斎的なスペースも作ってもいいかなと思うので、まずこの仕切り壁の前に天蓋付きカウンターを裏向きに置いて、その手前にアートなチェアを置きます。で、窓際には残りのキッチンを作ろうかなと思うので、まず食器棚っぽくカントリーなクローゼットと、テレビの画面のシルバーと合わせてグレーな色のだらしないシンクを置きます。で、本当はコンロも置きたいところなんですけど、なるべくコンパクトなキッチンにしたいので、コンロはある程度してシンクの上にレンジフードを配置しておきます。はい、これでざっくりと空間は埋め終わりました。次は手前側を埋めていきます。最初に今回はあまりお部屋を分けないとは言ったんですけど、もう少しだけ立体感が欲しいので、手前と奥で空間を分けるために両端に1本だけ柱を置きます。で、さらに柱を置いた手前側に
ナチュラルなフローリングタイルを敷いてお部屋を分けました。これぐらいの分け方だと立体感は残しつつもギリワンルームになっているかなと思います。ではその手前側を作っていきます。まず全体のシルバーとグレーの色のバランスを取りたいので、左側の手前にロッカーを置きます。で、右側の手前にはソファーベッド的な感じで和風のベンチに和風ではないマイデザインを貼って、その上に同じ柄のクッションを置いておきます。今回はいつも使っているトタンのマイデザインを貼ってボーダーに見せてるんですけど、片側にクッションを置くことで枕っぽく見えてソファーベッドっぽくなったんじゃないかなと思います。ではこれで全体に家具を置き終わったので、次は小物や壁掛け家具で仕上げをしていきます。まずもう少しだけ派手さというか柄物を入れたいので、テーブルの下にブラウンの牛革のラグを敷いておきます。で、テーブルの上にシルバーグレーの色のバランスを取るためのパソコンと、さらに仕切り壁の中にグレーのエアコンを設置しておきます。で、これでグレーとシルバーの色のバランスは取れたんですけど、もう少しガラガラさせたいので、まず左側の壁に額入りポスターを2つ飾って、ロッカーの上に時計も配置しておきます。で、同じように右側にも額入りポスターを飾って、クローゼットの手前にはスイッチを飾っておきます。はい、全体はこんな感じになりました。では最後に、最初にも言った通り間接照明でお部屋を明るくしていきたいので、まずテーブルの上にテーブルランプに加えて、天蓋付きカウンターの上から明かりがつくように見せたいので、スマート壁掛けスポットライトを忍ばせておきます。で、最後に壁の家具で隠れるところにランプを忍ばせて、これで1部屋目は完成です。このテーマで作った過去作にあった近未来シリーズを思い出しました。昔は手を出すことはなかったけど、今だったらおそらく多用してたと思うぐらい可愛さに気づきました。2部屋目はアクセントカラーにオレンジを使ったカフェ兼レストランを作ります。まずは壁床を決めていくんですけど、アクセントカラーがオレンジなので、他の色はグレーのトタン壁や白いシンプルカーペットを使ってモノトーンにしていきます。で、エントランスは白いタイル、ライトは白い光で暗めにしておきます。で、今回のお部屋もカーテンを閉めて暗くしておきます。では間取りを決めていきます。飲食店なので厨房を作りたいんですけど、トタンの壁と雰囲気を合わせたいので、スチールの柱を使って厨房を作っていきます。で、柱の前にはスチールのカウンターを配置します。間取りはこんな感じになりました。では家具を置いていきます。まず厨房の中に早速アクセントでオレンジ色を入れていきたいんですけど、今回使うオレンジ色の家具はノグディックシリーズを使っていきます。なんですけど、このノグディックなシェルフは棚の上に小物が置かれているんですけど、今回作りたい飲食店のイメージと少し違うので、エアコンを使って隠します。で、エアコンは電源がついているとエアコンすぎるので、あえて電源を消して換気扇のように見立ててます。で、今のままだと厨房が狭すぎるんですけど、これ以上広くすると次は手前側のスペースが狭くなってしまうので、奥行きがあるように見せるために壁にドアの前デザインを貼っておきます。実際に面積が広くなったわけではないんですけど、広く感じるようになったかなと思います。では次はもう少しカウンターの前とカウンターの奥をはっきり分けたいので、シーリングスポットライトを配置して空間を分けます。で、もっと空間が広く感じるようにしたいので、厨房の中の壁の一番上に窓の前デザインを貼っておきます。はい、そうすることでまた広く感じるかなと思います。では一旦厨房はこのままにしておいて、次は手前側を埋めていきます。今回アクセントウォールを使っていないんですけど、アクセントウォールを使うと仕切り壁でトタンの壁にした時に、その仕切り壁にチェコールステッカーが貼らなくなってしまうので、今回はアクセントウォールを使いませんでした。なんですけど、一部分だけ壁は変えたいので、厨房の左側の壁に
ブラインドの前デザインを貼って大きな窓があるように見せます。なんですけど、さすがに窓が大きすぎるので、学校のロッカーをテーブル代わりにして壁の1列分だけ隠します。で、ついでにここはイートインスペースにしようかなと思うので、ノグリックなソファーに今使ったブラインドの前デザインを貼ってボーダー柄にします。で、壁にチックオールステッカーを貼ったことで家具が飾れなくなってしまったんですけど、このままだと天井までの空間が寂しいので、大きさのある放浪のランプを飾っておきます。はい、これで後ろ半分がだいたい埋め終わりました。次は手前側を埋めていきます。手前側もイートインスペースにするんですけど、一席だけ大人数で座れる場所が欲しいなと思うので、カウンターの前にダイナーのダイニングテーブルを置いて、椅子でオレンジ色を取り入れます。で、柄は無地とボーダーで交互に置いておきました。これで大人数用の席は作れたんですけど、まだもう少し席を作れそうなので、左の壁沿いにダイナーのミニテーブルと、今度は椅子の種類を変えてアルミウッドチェアを置きます。はい、全体はこんな感じになりました。なんですけど、見ての通り高さがある家具が少なくて全体的に立体感がないので、一番手前の左右の角に柱を立てて立体感を出します。で、柱に加えて次は色のメリハリをつけたいので、黒いシンプルマットを2つ敷いておきます。はい、これでかなりまとまりが出たかなと思います。では次はさらに上の空間を埋めるために、厨房の一番上に貼った窓の前デザインを全面に貼っていきます。そうすることで空間に満足感が出たかなと思います。では次は小物を置いていきます。まず厨房から作っていくんですけど、何を置くかというよりかは色を合わすことをメインに選んでいきます。なのでまずノルディックなシェルフの上にエスプレッソマシンと白色のディスプレイボトルを置きます。で、次にカウンターの上にカーテンを閉めたので明るくするためのラタンのテーブルランプと、ノルディックシリーズと色味が似ているカッティングボードを置きます。で、さらに曲も流しておきたいのでオープンリーグデッキを置いておきます。はい、これで厨房は完成しました。次はテーブルの上に小物を置いていきます。テーブルは全部黒色を使っているので、色のバランスを取るためにまずは白色の小物から置いていきます。大きいテーブルの方はなるべく空間が埋まっているように見せたいので、食器を斜めに置いて向きを変えてなるべく中心に集まっているように見せます。で、次にミニテーブルの方は壁側はなるべく高さがあるものを置いていきたいので、ディスプレイボトルを配置しておきます。で、奥のテーブルには手前の食器とごちゃつき加減を合わせたいのでテーブルセッティングを置いておきます。ちなみに小物をたくさん置きたいけどなるべくシンプルに見せたいときは、こういうディスプレイボトルみたいにデザインがシンプルなものだったりだとか装飾がないものを使うとよりシンプルに見せれるかなと思います。では次は食べ物も置いておきたいなと思うので、なんとなくカフェっぽさは出ているのでスイーツ系ではなくご飯系の家具を置いてレストランっぽさを足します。で、さらに色合わせをしたいのでご飯系の食べ物はイカスミパスタを使います。はい、これで小物は置き終わりました。次は仕上げに壁を飾っていきます。まず床上のごちゃつき加減に対して壁が寂しいのでメニュー表を貼っていきます。はい、そうすると全体のバランスが取れたかなと思います。では最後に入り口側の壁にもメニュー表を足して、さらにウォールクロックを飾ったら、これで2部屋目は完成です。大型アップで前に作ったトタンカメの魅力というお部屋が今でもお気に入りで、当時なかった家具を使って。次に3つ目のお部屋はバスルームを作っていきます。で、お分かりの通りもう床が張ってあるんですけど、今回のお部屋はどういうテーマで作るというよりかは、
このオレンジレトロな床に合わせて作っていきます。ずーっと可愛いなーって思い続けてやっと使えました。ではまずは壁床を決めていきます。床が派手なのでパキッとした色味で作っていこうかなと思うので、まずメインの壁がモノクロタイルの壁にして、アクセントウォールにオレンジのペイントウォールを使います。でエントランスはコンクリート、ライトは白い光で暗めにしておきます。ちなみになんですけど、なんでいつも暗めにするかというと、あまりにも明るすぎると家具が白光りしてしまうので、いつも暗めにしてます。で特に今回みたいな結構パキッとした色味だともっと白光りしてしまう気がするので、より暗めにしてます。はい、では間取りを決めていきます。バスルームを作っていくので、バスタブを置くところとシャワーをする部屋を作っていこうかなと思うので、まずそのスペースを作っていきたいんですけど、バスタブを小さい空間の中にはめ込まれているみたいな形にしようかなと思うので、大理石の柱を並べて、さらに手前側にも柱を並べて、この中にバスタブをはめ込みます。なんですけど、柱を置いたことで壁に何も飾れなくなってしまったので、なるべく高さを出すためにバスタブを置く前にカウンターを並べておきます。でその手前側にバスタブをはめ込みます。で今のままだと丸見えなので、壁の色と合わせたマイデザインを貼ったカーテンのパーテーションを設置しておきます。はい、こんな感じになりました。でさらにもう少し天井までの空間を埋めたいので、シーリングスポットライトを飾っておきます。これで埋め込み型のバスタブが完成しました。では次は左側を埋めます。ここはシャワー室にしようかなと思うので、まず壁にシャワーセットを配置して、その手前に扉をつけておきます。するとこんな感じになりました。シャワーセットの位置をパネルから飛び出る位置に配置したので、正面から見ると今にも誰かがシャワーを浴びてそうに感じるかなと思います。では次は右側を埋めていきます。ここはお手洗いにしようかなと思うので、まずカウンター代わりに学校のロッカーを配置して、その手前に洋式トイレを置いておきます。でお手洗いだけ床も壁も全部無地のオレンジ色にしたいなと思うので、カーテンにつけたオレンジのマイデザインを床に貼っておきます。でさらに洋式トイレの後ろと右側の壁も同じマイデザインを貼っていきます。はい、全体はこんな感じになりました。あえて扉はつけずに海外式のバスルームにしたかったので、マイデザインを敷いてお手洗いと手前側の空間が分かれているように見せました。なんですけど、さすがにちょっと丸見えなので、一応柱を立てておきます。なのでその分マイデザインも手前側に敷いておきます。でここも他の空間と同じように天井までの空間を埋めたいので、なるべく大きめのランプの吊り下げキューブライトを設置しておきます。では残りの空間を埋めていきます。お手洗いの手前に柱を置いたので、同じように左側の場所にも柱を追加しておきます。あとバスルームに必要な洗面所だけがまだ設置できていないので、この柱の前にまず棚とその横にスロップシンクを設置しておきます。で壁には鏡のマイデザインをつけた額入りポスターと、棚の上にタオルラックを設置します。でこの空間にも明かりが欲しいので、鏡の上にネオン管を設置しておきます。はい、これでバスルームに必要な全てが揃いました。なんですけど、まだこの辺りが空いているので埋めていきます。割と広く空いているので、ちょっとした休憩する場所を作ろうかなと思います。まずカーテンの色と合わせたシンプルなソファーとテーブルを置きます。でこっち側がまだ空間が空いているんですけど、さすがに圧迫感を感じすぎるので1マスの椅子を設置しておきます。でこっちの壁沿いなんですけど、
家具を置けるには置けるんですけど、ソファーとギリギリになってしまうので、ドアの前デザインを使った蓄光ウォールステッカーと立体的なセントラルヒーティングと色合わせのためのウォールクロックを設置しておきます。はい、これで空間を埋め終わりました。次は小物を飾っていきます。まずテーブルの上なんですけど、リビングっぽい雰囲気ではなくて、ちゃんと休憩するスペースっぽく見せたいので、バスルームにありそうなガラスのキャンドルホルダーを置いておきます。で、正面から見た時にお手洗いのカウンターの上に何かあるとバランスが取れるかなと思うので、小物を置きたいんですけど、このお部屋の雰囲気に合うものがなかなかなかったので、ディスプレイボトルを置いて、名前の通りディスプレイボトルとして使います。で、次は手前の空間にももう少しグレーの色が欲しいので、アルミマットを敷いておきます。ラグ自体はアルミマットなんですけど、こういう雰囲気のお部屋に置くとアルミマットっぽくは見えないかなと思います。で、最後に入り口の横にスイッチを飾ったら、これで3つ目のお部屋は完成です。リアルでもいつかバスルームはマットな質感の好きな色で、シンプルだけど派手にしたいと思っていたので、ゲームだけど再現できて大満足です。 OK。 では最後のお部屋は生活感のあるキッチン&ダイニングルームを作りたいと思います。まず壁床を決めていくんですけど、今まで作った3つのお部屋は割とモダンというかスタイリッシュというかかっこいい系のお部屋を作ってきたので、今回は温かみのある感じで作っていこうかなと思うので、メインの壁にオレンジのペイントウォールを使って、床に匠ライフの床、アクセントウォールにフシアリウッドウォールを使います。で、エントランスはそのまま、ライトは温かみのあるライトで少し暗めにしておきます。では次は間取りを決めていきます。キッチンとダイニングがメインなので、まずはキッチンの場所を決めていきます。で、キッチンだけオレンジの壁紙にしたいなと思うので、仕切り壁を2つ並べて、その手前に柱を置いて空間を分けます。で、この中にキッチンを作っていくんですけど、まず食器棚っぽくカントリーなクローゼットを置いて、その横に木製の仕切りカウンターを並べます。で、手前にはキッチンを置いていくんですけど、今回は生活感があるお部屋がテーマなので、だらしないシンクを使います。で、本当はコンロとか設置したいんですけど、ちょうど同じ高さでちゃんとぴったりくっつくものがないので、もう3つ並べちゃいます。なのでコンロは後ろ側にしようかなと思うので、天井にレンジフードを設置して、カウンターの上に鍋を置いておきます。これでコンロっぽく見えるかなと思います。ではもう少しキッチンを飾っていきます。まず手前側のシンクの生活感に比べて奥が綺麗すぎるので、まずカウンターの上に積まれた袋を置いて、クローゼットの上には段ボールを置いておきます。はい、これで生活感のバランスが取れたかなと思います。では次は照明を設置していきます。まずシーリングスポットライトを設置して、壁にもスマート壁掛けスポットライトを3つ設置してキッチンを明るくします。はい、これでキッチンが完成しました。では左右の空間を埋めていきます。まず右側の空間はここを開けているので廊下として使います。なので奥の壁の前にマイデザインを貼ったシンプルなパネルを置いて、パントリーっぽく見立てます。で、さらにその上にはシンプルなウォールシェルフを設置しておきます。次は左側の空間を埋めていきます。こっちは廊下ではなくて別の部屋につながっている空間にしちゃおうかなと思うので、柱で一旦埋めてしまいます。で、その手前にドアを設置しておきます。これで奥につながってそうに見えるかなと思います。ではこれで奥の空間が埋め終わったので、次は手前側を埋めていきます。まだダイニングスペースが作れていないので、キッチンの前に作っていきます。まずテーブルにカントリーなティーテーブルを使って、椅子はカントリーな椅子を2脚とシンプルなチェアを2脚置いて、あえてバラバラの椅子を使います。
デザイン的にバラバラの椅子を置くこともあるんですけど、今回バラバラの椅子を使った理由としては、手前側に生活感を持たせようとするともうスペースがなさすぎて歩けなくなってしまうので、椅子をあえてバラバラに使って生活感を出すというよりかは後ろのごちゃつき感と合わせました。で、もう少し合わせるためにテーブルの上に雑誌を置いておきます。では次はダイニングスペースの左右を埋めていきます。まず右側は廊下につながっているので、フロアランプを置いて1マス分だけ空間を埋めます。で、左側の空間は木製のロッカーを棚として使います。で、この棚の上には生活感を出すためのダイヤル式電話を置いておきます。はい、これで全体の空間を埋め終わりました。次は仕上げをしていきます。まず手前側の空間ももう少しオレンジの印象が欲しいので、テーブルの下にラグを敷きます。で、さらにまだまだ後ろ側のスペースに比べると手前側のごちゃつきが足りないかなと思うので、ちょうどドアの上に両面ウォールクロックを設置して、棚の上にはカレンダーに見立てた学習ポスターを貼っておきます。で、右側の壁は廊下につながる場所で家具を置けないので、立体的なセントラルヒーティングと額入りポスターを貼っておきます。ポスターの中がこのお部屋の雰囲気に合うものがなかったので、鏡もしくは反射していて何も見えないという設定で設置しました。では最後に入り口の横にスイッチを飾ったら、これで最後のお部屋は完成です。名称通りの使い方をしなきゃいけないとか、同じ家具をいくつも並べたら変かもとか、部屋の一部を隠してしまったら良くないかもなどの固定概念なくしてのお部屋も作れました。私もフラッいかがでしたでしょうか。今回はオレンジがテーマの 6×6 のお部屋を4つ作ってみました。前回の寝室レイアウトの時のコメントで、こういうレイアウト動画嬉しいとか、もっと見たいっていう声があったので、今年はもっとこういう動画を作っていこうかなと思っております。よければどのお部屋がお好みだったかコメントで教えてください。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。今年もよろしくお願いいたします。はい、じゃあ。